今週、世界は7日間で別の星になったのだ。F1 号が撃墜され、ホルムズ海峡が震え、停戦後も原油は98ドルで高止まりした。一見バラバラに見えたこれらのニュースが、実は一つの連鎖で動いていたのだ。私もニュースアプリを開くたびに、また新しい速報か、統一つけない感じがしていました。中東も経済も、テクノロジーも全部が同時に動いて、どう繋がっているのかが全然見えなかったです。今週のニュースを一言で表すなら、揺り戻しの週なのだ。中東クライシス、停戦、それでも残るリスクという流れが経済、テク、外交の全てを引っ張ったのだ。今日はこの連鎖の構造を一気に読み解くのだ。連鎖の構造で読むというのが面白そうです。今週は何を軸に見ていけばいいですか？軸は、火種、燃焼、残り火の3段階なのだ。第1段階は、火種、米軍 F1 号が撃墜されたことで中東の緊張が一気に可視化された。米軍がこの地域に何機の戦闘機を展開しているか、日本のメディアはほとんど報じていないが、中東の上空は今や軍事衝突の最前線なのだ。F1 号が撃墜されたというのは、単なる事故レベルじゃないですよね。アメリカが直接的に攻撃を受けたということで、エスカレーションの度合いが全然違う気がします。まさにそこなのだ。今週 BBC が特集した敵地で生き延びる方法というサバイバルガイドは、軍関係者だけでなく一般市民向けに、隠れる、水を見つける、技術を紹介した。これは中東の緊張が一般市民レベルまで浸透したことを意味するのだ。戦場の話が生活情報になった瞬間なのだ。そしてホルムズ海峡という世界の石油の蛇口が実際に閉まりかけたのだ。世界の原油輸送量のおよそ 21% がここを通過する。日本が輸入する原油の約9割は中東産で、その大半がホルムズを通る。つまり日本はペルシャ湾の緊張に対して世界で最も無防備な先進国の一つなのだ。ホルムズ海峡って名前はよく聞きますけど、改めて9割と聞くとゾッとしますね。スーパーで陳列棚を想像すると、食品も暖房も全部あの細い海峡一つにかかってるわけですか。食品で言えば、輸入小麦の価格に直撃するのだ。中東経由の原油が上がれば船賃も上がる。食パン1斤が20、30円値上がりするのに半年もかからないのだ。今週の報道では、ホルムズ封鎖で月800ドル超の追加コストという試算が出ていた。日本円に換算すると、一般家庭の食費が月1万2000円以上押し上げられる可能性があるのだ。ここで第2段階、燃焼に入るのだ。トランプ大統領がイランに警告を発し続ける一方で、停戦交渉が進んだ。しかし停戦が成立した後も、原油は98ドルで高止まりしたのだ。なぜか、答えは、地雷なのだ。ホルムズ海峡に敷設された機雷は、停戦条約には含まれていない。物理的な危険はまだ残っているのだ。停戦したのに原油が下がらないのは矛盾に見えますけど、停戦の文章ではなく、船が実際に通れるかを市場は見ているということですね。そう考えると金融市場の判断ってニュース読者より一枚上手な気がします。完璧な読み解きなのだ。市場は事実ではなくリスクの確率を買うのだ。そしてこのリスクに対して今週 IMF が動いたのだ。IMF は日銀に対して段階的な利上げを続けるよう促したのだ。これは一見原油問題と無関係に見えるが、実は繋がっているのだ。なぜ IMF が今日銀に利上げを促すのか、3段階で説明するのだ。第1段階、原油高でインフレが粘着する。第2段階、円安が続くと輸入物価がさらに上がる。第3段階、日銀が利上げをためらうと、円安とインフレのダブルパンチが家計を直撃する。この流れを止めるために、早めに利上げせよ、というメッセージなのだ。住宅ローンを組んでいる方にとっては、利上げって死活問題じゃないですか。変動金利でローンを抱えている人は今頃、日銀の動向を毎日チェックしているんじゃないかと思います。具体的に計算してみるのだ。3000万円の変動金利ローンで 0.25% の利上げが起きると月々の返済は約3100円増える。年間で約3万7000円だ。10年ローンが残っていれば約37万円の追加負担になるのだ。中東の緊張が東京郊外の住宅ローン返済額を変えるのだ。これが連鎖なのだ。ちょっと待ってください。私、役の見方もしたくて、利上げって本当に全員にとって悪いことなんですか？円安が是正されれば輸入物価は下がるし、預金金利が上がれば貯蓄が増える世代もいる。シニアや固定金利派にはむしろプラスじゃないですか？
鋭い視点なのだ。実際、60代以上の準貯蓄保有者にとって利上げは追い風なのだ。ただ問題は、速度、なのだ。急激な利上げは住宅市場や中小企業の資金繰りに直撃する。IMF が段階的に、と言ったのはそこで、ゆっくりならプラスが多い、急なならリスクが大きい、という話なのだ。でもこの話、実は今週出てきた別のニュースにもつながってくるのだ。第3段階、残り日の話をするのだ。今週、中東危機と並行して、もう一つの大きな変化が起きていた。中国のロボット企業が軍との連携を深めていることが明らかになったのだ。AI、ロボットが民間企業でも軍事転用されているという構造は、日本の AI 産業が今後どこと組めるかを根本から変えかねないのだ。就活の視点から言うと、これって、どの企業に就職するか、の話でもありますよね。中国系テック企業と取引している日本の会社は、将来的に米国の規制対象になる可能性があって、キャリアリスクになりかねない、個人レベルで考えたことがなかったです。そこまで考えていたとはさすがなのだ。実際、米国の輸出規制リストに中国テック企業が追加されるたびに、取引のある日本企業の株価が連動して動くケースが出ているのだ。キャリアの話で言うと、20代のうちにどの技術スタックを選ぶかは、10年後の雇用先を左右する話なのだ。そして今週、意外なところからも光が当たったのだ。エジプトで3000年前の遺跡が新技術によって発見された、衛星リモートセンシングという AI 活用技術で、地表を掘らずに地下構造物を特定できるのだ。これは、テクノロジーは破壊だけでなく、発見にも使える、という種のメッセージだと、僕は受け取ったのだ。中東の軍事衝突と、エジプトの文明発展が同じ種に起きる、歴史って皮肉だなと思います。人間が同じ技術を使って、一方では戦い、一方では文明を掘り起こしている、同じ種のニュースでこの対比を感じるのは初めてです。ここで今週の連鎖を確認しておくのだ。火種 F1 号撃墜とホルムズ危機燃焼停戦も続く原油98ドルと IMF の利上げ圧力残り日中国テック文民一体化と日本の産業キャリアリスクそしてエジプトの発見が示すテクノロジーの可能性これが今週の構造なのだ。最初に今週は7日間で別の星になったと言ったのだ。実際に今週原油は一時116ドルまで上がってその後98ドルまで下がった。欧州ガスは1日で 20% 暴落した日もあった。大きく揺れながら揺り戻した。でもベースラインは明らかに前週より不安定なのだ。これが重要なのだ。来週のシナリオを3つ示すのだ。楽観シナリオ停戦が定着して原油が85ドル以下に下落円安が修正されて食費の値上がりが止まる。悲観シナリオ機雷除去が難航してホルムズが再び不安定化原油110ドル台に戻り IMF の利上げ圧力が強まる。最悪シナリオ米イラン交渉が決裂してトランプが軍事オプションを実行原油130ドル超で日本の物価が再加速するという流れなのだ。シナリオ B と C の間でどちらに転ぶか来週どのニュースを見ればわかりますか？チェックポイントがあれば教えてほしいです。来週のチェックポイントは3つなのだ。1つ目ホルムズ海峡の機雷除去作業の進捗に関する報道。2つ目日銀の次回会合前後の日米金利差の動き。3つ目トランプがイランについて発言するタイミングと内容。この3点で来週の方向性はかなり絞れるのだ。あなたはどのシナリオが来ると思うのだ？コメントで予測してほしいのだ。1ヶ月後に答え合わせをするのだ。今日は今週の海外ニュースを火種、燃焼、残り日の構造で読み解いたのだ。中東、原油、日銀、テク、エジプトと一見バラバラに見えた出来事が一つの連鎖で繋がっていたのだ。来週も一緒に世界を読み解いていこうなのだ。チャンネル登録と高評価でぜひ応援してほしいのだ。毎日海外ニュースを深掘りしているから通知もオンにしておいてくれると嬉しいのだ。